どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、ステータスについていろいろとお伝えしていこうかなと思います。グランドマフィア、こちら兵隊のステータスあると思うんですけども、こちらの、HP だったり、攻撃だったり、防御だったり、ここがね、基本の、ステータスになってくるのかなと思います。で、この味方バフにある、バフ効果が、実際の兵隊の基礎ステータスに乗算されていきまして、実際に戦う時のステータスになります。でまた、一番上にあるチーム系バフについては、各兵科のバフに加算されます。例えば今回だと、ギャング攻撃224%で、チーム攻撃が279%なので、合わせて大体500%ということで、バフ効果がね、かかることになります。また、フィーバー系のバフだったりはちょっと今回ないんですけども、あとは処刑バフとかも同様に加算されていきます。で、この一番下にある、ダメージバフについてはね、ちょっと後ほどご紹介していこうかなと思います。ここで一つ皆さんに、質問がありまして、攻撃と防御と HP。この3つのステータス、同じパーセントだけ上げたときに、実際の強さという面で考えたとき、同じ価値でしょうか？結論から言います。もう、ノーです。誤差とかの範囲、誤差の範囲とかのレベルじゃなくて、もうめちゃめちゃ差があります。もうね、結論から、お伝えしようかなと思うんですけど、まず、攻撃と HP。この二つは、ほぼ等価です。同角以上だったら、若干 HP の方が価値があって、ただでも隠した相手とかだったら、こっちの損害少ないので、攻撃の方がいいかなっていうところもあって。ここも正直ケースバイケースな部分ではあるので、この攻撃と HP の比較についてはね、今回深掘りはしなくていいかなと思ってます。それよりも問題がありまして、防御なんですよ。本当にこのステータスって、攻撃と HP に比べて、もう圧倒的に劣っていて、これもね、相手が格上か格下かっていうところにも、よるんですけども、だいたい攻撃と HP の、5分の1から、15分の1くらいの、価値しかなくて。いやいやまさかねと思った方いらっしゃると思いますので、ちょっとレポートの比較をしていこうかなと思うんですけども、今回、該当価値のレベル25ですね。で、こちらで、同じ編成で、バフアイテムの使用なし、攻撃バフを20、バフアイテムの使用なしのパターン、攻撃バフを 20% 使用したパターン、防御バフを 20% 使用したパターン、この3パターンで、実験してみました。もちろん、上振れだったり、下振れってあるので、厳格な検証データを取るんだったら、これ何十回もやんなきゃいけないんですけど、今回はね、ちょっとあくまで軽い検証動画なので、それでも一応ね、差はちゃんと出てるので、今回それでお伝えしていこうかなと思います。あと変化をわかりやすくするために、リーダーと、あと高級装備もなして、で、なおかつ英雄も一人にして、T4 兵隊を、T4 のバイカーですね。そちらを20万で攻撃してます。まず、バフアイテムなしの場合なんですけども、こちらのレポートになります。損害がだいたい215万ぐらいで、相手に与えているのが、390万ちょいぐらいですね、平均すると。ここを長く見ても仕方ないので、次に、攻撃力 20% のバフを、使った時のレポートなんですけども、こちらですね。ちょっと損害も増えたりしてるんですけど、でも明らかに相手に、当ててるダメージって増えてて、ちゃんとね、攻撃力 20% バフ使った分の効果はね、出てるのかなと思います。で、こちらが、防御バフを使った時なんですけども、正直、バフなしと比べてあんまり変わんないんですよ。攻撃もね、そんなにめちゃめちゃ大きな差があったわけじゃないんですけど、それでもある程度はね、差が出てて。ただ今回のは、防御バフの方って、もう本当に差が出て、バフなしの時ってね、ほぼ差が出てなくて。もちろんね、これ、厳格にやるんだったら、本当バフ使った時と、攻撃バフ使った時と、防御バフ使った時とで、こっちの損害と、相手に与えたダメージ。比較して、何倍とかも、
やるべきなんですけど、やるべき、もうわかりやすく、数値として出てるので、やるまでもないかなと思います。じゃあこれ、なんでこうなるのっていうところなんですけど、このゲームの戦闘って、もちろん厳密には違うんですけども、RPG のような感じです。まずイメージ的には、攻撃引く防御でダメージが出ます。で、その後に、ダメージバフが乗算されて、相手の HP に対してダメージが与えられます。で、元々の兵士のステータス、見ていただきたいんですけども、こちらですね。攻撃と防御と HP。こちらランク9の T4 バイクの場合、攻撃力は808、防御は213、HP は2748、こちらの数値になってます。HP がね、ズバ抜けて高いんですけど、戦闘するとき、攻撃するのって1回じゃなくて何十回も攻撃するので、HP はその分高くなっています。で、これ、さっきの計算式思い出していただきたいんですけども、まず、攻撃不防御なんですよ。じゃあ、この同じランク9の、T4 バイク同士で戦ったとしましょう。じゃあ、仮に、攻撃バフをかけたら、攻撃が、攻撃が、すみません、攻撃が808なので、わかりやすく800として、じゃあ 20% バフがかけられたら、攻撃力が960になりますよね。じゃあ、それでダメージ計算をすると、防御は213なんですけど、わかりやすく200にして、760ダメージということになります。で、これ防御に 20% バフがかけられたら、防御は200として計算するので、240。で、800-240なので、560ダメージ受けることになります。これ攻撃バフ使ってれば、160ダメージプラスで与えられてたのに、防御防御バフだと、40ダメージしかマイナスにできてないんですよ。これ160対40ということで、4対1ってことになって、4倍の差っていうことにも、捉えられると思うんですけども、このゲームの戦闘って、互いに何度も攻撃しちゃうので、最初の兵隊の数から、どんどん減っていくんですよ。なので、小さな差でもあれば、結局中盤終盤で相手をね、より多く倒せることにつながるので、最初は本当あまり大きな差じゃないと思うんですけど、じゃあ10ターン経過した時とか、じゃあこの小さな差のおかげで、相手より少し、1% でも兵隊が多く残ってれば、じゃあその分の 1% の攻撃をできるわけなんで、そういったこともあってね、どんどん、4倍じゃなくて、実際の価値としてはね、10倍くらいの差が生まれるという寸法になってます。ただね、これちょっとわかりづらいと思うので、とにかく、防御は、攻撃や HP と比べて、効果が低い。これだけ覚えていただければ OK です。あとね、さっきのせっかく今、ステータスの画面出してるので、補足なんですけども、さっき一応、結構上振れと下振れあったと思うんですね。で、これなんで生まれてるかっていうと、兵隊のスキルなんですよ。このスキルアンロックで、ダメージ軽減だったり、クリティカル効果だったり、これって確率で発動なので、こっちの、このバトルスキルをどれだけ発動するかによっても、結構さっきのレポートで変わってきちゃうんで、ある程度ね、ちょっと上振れと下振れがあったということで、こちら補足ということで、ご説明させていただいた次第です。で、次に、最後なんですけども、攻撃と HP の比較も、していこうかなと思います。ただね、ちょっとこれ検証難しくて、ヒーローのバフで、ステータス調整を行ってます。まず、攻撃バフを上げた時なんですけど、今回採用しているヒーローが、まず、マジシャンです。マジシャンって、攻撃力 30% の、バフ効果持っているので、こちらですね。で、それに加えて、攻撃力バフの 20% を使って、攻撃力を、通常から 50%、加算させています。で、もう片方の HP の方は、こちらのキャプテンを使って、HP を 50%、加算させています。一応防御については、どっちも 50% ついているので、そこでは差は生まれていないという形になります。で、その結果なんですけども、まず、攻撃バフのマジシャンの方は、こんな感じですね。ちょっと2回目はそんなに、なんですけど、ごめんなさい。
ちょっと待って、開き直して、1回目だとまあまあ、相手には、多くダメージ与えてて、それなりにね、効果出てるのかなと思います。で、比較対象の HP の方なんですけども、こっちの方が、圧倒的にね、被害は少ないんですよね。で、一応ダメージも相手に与えてるダメージも、それなりに安定はしてるんですけども、でも最大値はあくまで、マジシャンの方で。多分これを、マジシャンを使った2回目のレポートって、多分これ、あくまで推測抜きは出ないですけども、さっきの兵隊のスキルがね、だいぶ下振れたと思うんで。ただこれ、さっきの攻撃と防御の比較より、攻撃と防御の比較よりはね、全然マシなので。HP の方がね、効果大きい気はするんですけども、ほんと、防御と比べたら全然いいので。あとちゃんと、攻撃するときに、相手がね、基本的に攻撃するときって、勝てるからこそ攻撃するっていうのがあると思うんで、そうなると基本的に、格下を攻撃することになって、その分ね、攻撃力バフが大事になってくるというのもありますので、ここについてはね、とりあえず同じくらい、もしくは、ちょっと HP の方が大事くらいで、良いのかなと思います。ただ、あれですね、このすいません、秘書役職の、この警察局長と、消防局長。ここって、警察局長だと、攻撃力10%に、防御5%で、で、消防だと、攻撃と HP6% ずつなので、これ、結構警察局長の方効果でかいと思ってる人多いんですけど、正直消防局長の方がね、効果大きいので、もしね、役職つける際は、一番強い人に、消防局長をつけていくのがね、レイド打ってる人ですね。に最優先でつけていくのが、いいのかなと思います。で、あと、ダメージバフについてご説明してなかったので、最後にお伝えしていこうかなと思うんですけど、先ほどの、ダメージの計算式ですね。まず、攻撃引く防御された後に、このダメージバフっていうのは乗算されるものなので、全然単純な攻撃バフだったりより、全然価値があって、さっきの T4 バイクを、例にしていきたいんですけども、じゃあ攻撃力のバフが、じゃあ 900% あったとしましょう。じゃあ 900% プラスされるので、攻撃力は、800かける、1000で、8000ですよね。800かける、10ですね。すいません。10で8000になって、で、防御は、900% あったと仮定して、2000になりますね。じゃあ、8000-2000は6000なので、じゃあダメージは6000ということになります。じゃあ、これに仮に、50% の攻撃力バフを、加算してみましょう。攻撃力が、950%、プラスされるので、攻撃力って、8400になって、で、防御の2000を引いて、6400ダメージ。じゃあ仮に、この 50% の攻撃が、ダメージバフ 50% だったら考えたいんですけども、さっきの6000ダメージに、50% のダメージバフが乗るので、9000ダメージになります。もう差は歴然ですよね。なので、できるだけね、ダメージバフを優先して、なかなか上げれるとこ少ないんですけども、上げれるところは、優先して上げていくのがいいんじゃないかなと思います。あと、このゲームは、相性によるバフが非常に大きくて、有利陛下に攻撃するときは、与えるダメージが2倍になって、受けるダメージは 0.5 倍になります。一応投資だったり、集中スキルが乗れば、この有利陛下に攻撃する際のダメージって、2.2 倍だったり、2.3 倍だったりしてくるので、これって半端なくないですか？なので、このゲームの戦いではね、どれだけ相手の兵士構成、編成に対して有利な兵士構成だったり、編成をぶつけられるかっていうのが、非常に重要になってきます。ここについてもね、今度、コラム作ろうかなと思ってますので、気になる方はそちらもご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、では、最後までご視聴いただきありがとうございました。参考になりましたら、チャンネル登録していただけると、めちゃめちゃ嬉しいので、ぜひね、よろしくお願いいたしますということで、バイバーイ。